どうもグデと申します。今回は伊伏真紀彦を討伐していきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。まず伊伏真紀彦の説明をします。弱点は頭部と風袋となっています。そして、伊伏真紀彦の特徴は風袋を狙うことによって地上に叩き落とすことができます。ですので風袋を積極的に狙っていきましょう。状態上は爆破がやや有効となっています。続きまして装備の説明をします。まず武器はリンムスクリンガー2を使っていきます。百竜スロットには会心率強化2をつけてあります。そして、防具は頭を陣陽画の装備、胴をナルガクルガの装備、そして足をインゴットに変えました。またスロットには、砥石、使用高速化と、あとひるみ軽減をつけてあります。砥石高速化はぜひともつけておきたいスキルなので、スロットに、つけておきましょう。そして防御力も今回から最大まで上げました。ただハンターランクを、73ぐらいまで上げているので、上限解放しております。ですので今の段階で、最大まで強化させておくことをお勧めします。ステータスはこのようになります。では早速伊伏真紀彦討伐へ向かいましょう。まず最初は噛みつき攻撃です。次はスピンしながら突進してくる攻撃。風をまとっている時に当たると吹き飛ばされてしまいます。怒っている時は2回連続でスピン突進してきます。次はサマーソルト攻撃です。怒っている時は尻尾から竜の波動も放ちます。次は片手から竜の波動を放つ攻撃です。次は溜めた後片手から竜属性の波動を爆発させる攻撃です。竜属性の攻撃をした後は地面から、竜巻が発生します。発生した竜巻には攻撃判定はないので、伊伏真紀彦の背中を攻撃するときなどに使用してください。怒っているときは竜属性の攻撃をした後に尻尾攻撃もしてきます。次は竜属性のブレスです。次は尻尾攻撃です。この時尻尾を狙う、チャンスですけれども、尻尾の先端に行き過ぎると竜巻で攻撃を受けてしまいます。次はタックル。これは基本壁に攻撃するときしかしてこないです。次は伊伏真紀彦の前方に3連続で爆発させる攻撃です。してくる前に独特な音が発生するので分かりやすいと思います。次は240度ビームで投げ払う攻撃です。この攻撃をする前に伊伏真紀彦の口元を見ると青白く光っているので結構わかりやすいと思います。
次は、いぶし巻き彦の必殺技です。波竜砲で攻撃するか、遠距離武器で浮いている岩を狙うか、助っ人を、召喚するといった方法を取りましょう。くれぐれもいぶし巻き彦には近づかないようにしましょう。いぶし巻き彦が出現したら、まず戻り玉でキャンプに戻ってください。なんでかっていうと、いぶし巻き彦に 100% 最終エリアまで突入されるから、それまでに設備を用意した方がいいからです。で、まずその最終関門の手前に、龍炎砲台を2つ設置します。で、角度はこの門の方に向けておいてくださいね。こうやって、門が破壊されるんで、こっちに来ておいた方がいいです。でこちらも同様に同じ角度で設置して、で、いぶし巻き彦がこちらに来る前に、ボウガンとかいろいろ設置しておいた方がいいですね。あと、いぶし巻き彦の百竜夜行は2種類あって、1種類目は最終エリアに波竜砲があるパターンで、もう1種類は最終エリアに激流装があるパターンです。で、今回は波竜砲があるパターンですね。こちらの方が戦いやすいです。いぶし巻き彦戦の主な立ち回り方は、この風袋を狙ってください。この風袋に一定量ダメージを与えると地上に叩き落とすことができます。で、このスピア2回来るので注意しましょう。はい。で、これで一定量、ダメージを与えたので地上に落とせました。で、地上に落としたら風袋が引っ込んでしまうので、そしたら頭にダメージを与えてください。で、この時は尻尾にダメージを与えることができます。ただ、その尻尾の先端に行き過ぎるとダメージを食らってしまうので、少し離れておいてください。これで、いぶし巻き彦の必殺技が始まりますね。波竜砲があるステージの場合は波竜砲で攻撃をしましょう。もしなければ、そのボウガンとかでこの岩を攻撃したり、あとは助っ人で不言とか召喚するといいと思います。このように門を攻撃するときに、龍炎砲台を設置していると攻撃をしてくれます。なのでこの、設備さえ設置すれば割と適当でも、いぶし巻き彦を撃退することができます。
で、落ちたら頭の方に移動。先ほどのビームは緊急回避した方がいいですね。で、ある程度ダメージを減らせると、この、おなじみの音楽が流れます。で、瀕死状態になりましたね。一度攻撃を食らうと、連続して攻撃を仕掛けてくるので、できる限りそのかける虫は残しておいた方がいいです。優秀なお供ですね。いけない。これでいぶし巻き彦、撃退完了ですね。いかがだったでしょうか。いぶし巻き彦を逃がしてしまったということは、もう一回いぶし巻き彦が出てくるということなので、いぶし巻き彦の行動を覚えておくことをお勧めします。次回は八つ敵を討伐していきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。